満員電車の終電に乗った私と車椅子ユーザーの娘。だいたい車椅子で夏祭りなんてね。心ない声をぶつけられ、娘が必死に涙をこらえているのがわかる。今日も辛いリハビリを精一杯やり抜いた娘。その帰りに偶然知った夏祭り。今までいろんなことを我慢して諦めてきた娘が一言、いいな、とつぶやいた。頑張っているご褒美にとお祭り会場に立ち寄った私たち。今日ぐらいは娘に夏の思い出を作ってあげたいと思っただけなのに、こんな仕打ちが待っていたなんて。多くの人がこそこそと嫌味を言う中、味方になってくれるはずの車掌さんに途中下車を促された。奥さん、ここで降りてください。車掌の放った言葉に涙目になる娘と私だった。私は大友律子、現在40歳。子供が小学校に行っている間に週3日だけパートをしている。小学5年生の娘を持つどこにでもいるような主婦だ。ただ一つ、一般的なご家庭と違うことといえば、娘の歩みが車椅子で日常生活を送っていることぐらい。そんな娘と火木土の週3回、電車を乗り継いで片道1時間かけてリハビリに通っている。平日は学校を終えた放課後からなので、帰宅は午後9時頃になってしまう。幸い、家の最寄り駅があるローカル線に乗る頃には、帰宅ラッシュは過ぎている。土曜日は午前中の移動だから比較的電車も空いている。車椅子はどうしても幅を取ってしまうので、極力他の乗客に迷惑がかからないように常に配慮しているつもりだ。公共交通機関はのっぴきならない事情以外は混雑する時間帯を避けて利用している。今日は病院側の都合で土曜日だけど平日と同じ時間にリハビリの予定が組まれた。小児性の骨関節疾患を抱えている娘に対して現在装具療法と理学療法が行われているが、手術による治療の話が持ち上がった。10歳という年齢に達し、今までコツコツとリハビリを積み重ねてきたおかげで適用できる手術方法があると提示されたのだ。手術すれば劇的な回復が見込まれる。歩みが自分の足に体重をかけて立ち歩ける日が夢ではないかもしれない。本日のリハビリが午前中ではなく夕方から夜にかけて変更になったのはこのためだった。忙しい主治医の先生が私たちのために時間を割いてくれる。そのスケジュールに合わせたのだ。歩みは主治医からの手術の説明に真剣に耳を傾けていた。10歳にとってはあまりにも難しい話。不安が胸いっぱいに広がっているはずなのに。私の足のことだもの、自分で理解しなくちゃ。凛とした表情からは並々ならぬ覚悟を感じた。説明を聞いた後に行ったリハビリもいつもよりも一層張り切っていたように見えた。普段から娘は弱音や愚痴をほとんど口にしない。我が子ながら尊敬の念を抱いた。もちろん本人同様に私も手術への不安がたくさんある。だけど、もしも本当に手術が成功したら、そう考えるだけで心が躍った。夢みたいな話で、なかなか実感が湧かなかったけれど、同時に夢のままで終わらずに現実になることを心から祈っていた。今も祈り続けている。病院の最寄り駅から乗る JR 線は平日の同じ時間と比較すると空いていた。ビジネス街を通る路線なので土曜日の夜は逆に利用者が少ないのだろう。リハビリに通う際に最も気を使うのが JR 線への乗降だった。今日は乗客が通常より少なかったため若干緊張感が和らいだ。一方、
病院帰りにローカル線に乗り換えるとき、いつもどこかほっとするような気持ちになる。始発から終点までが約30分の地域密着型の地元民の足。このローカル線がある代わりに、路線バスはごくわずかな本数しかない。しかし今日は JR 線と接続している始発駅の様子が普段と違っていた。降りてくる乗客に浴衣やジンベエ姿が目立つ。お祭りだろうか。駅構内を見渡すと地元の夏祭りのポスターが目に入った。きっとこの1ヶ月くらいの間ずっと掲示されていたはずなのにちっとも目に入っていなかった。何度もこの駅を利用しているのだから意識すればもっと早く情報を知ることができたはず。でも私はリハビリのことで頭がいっぱいで夏祭りがあることさえ把握していなかった。今日がその日みたいだ。自分の視野がいかに狭くなっていたか思い知った。今日夏祭りみたいね。あゆみに話しかけると初見とは思えない反応だった。いいな。みんな楽しそうだね。でも車椅子でお祭りは無理だから。あゆみはぼそっとつぶやいた。もしかしたらあゆみは知っていたけど言わなかっただけかもしれない。そういえばあゆみは浴衣を持っていない。夏祭りのように混雑した場所へ車椅子で行けば邪険にされる懸念がある。もしそんな仕打ちを受けたら娘が傷つく。私は今まであゆみを守ることだけ考えていた。しなくていい経験はしない方がいい。そう先回りして娘からいろんな機会を奪っていたのかもしれない。その時私は主治医の説明を聞いている時のあゆみの毅然とした態度を思い出した。行っちゃおっか。思い切って切り出してみた。娘と私が共に歩んできた10年を、娘の精神力を信じてみよう。あゆみはパーッと花が咲いたような笑顔になった。始発駅から3駅目で途中下車して夏祭り会場に向かった。会場を後にする帰りの客とこれから向かう客。明確なルールはないようだけど、なんとなく右側通行で秩序が保たれていた。先ほど始発駅で見た夏祭りのポスターでは、お笑い芸人の司会で催し物が行われているようだった。そのイベント自体が終わるのが夜の9時半。露店が閉店し始めるのが10時頃だろう。この時間から会場に向かう客はわずかで、駅へと向かう帰りの客の方が圧倒的に多い。多くの家族連れはとっくに帰宅している時間なのだろう。お祭り会場付近は10代後半から20代と思われる若者の姿が目立った。ピークを過ぎているせいか人垣きになっている場所はなく、車椅子でも難なく進むことができた。夜店をいくつか冷やかし、あゆみは小さなりんご飴を選んで買った。焼きそばやたこ焼きの露店はすでに店じまいを始めている。せっかく勇気を出してお祭り会場まで来たのに、雰囲気を味わう程度しか楽しめなかった。それでも、あゆみは目を輝かせていた。お母さん、ありがとう。来れてよかった。その一言で私の瞳は潤んだ。束の間、夏祭りを楽しんだ後、駅に向かうとホームに人があふれていた。車椅子で人並みを越えていくのは難しい。電車を2本見送った後、最終電車のアナウンスが流れた。2両編成しかないローカル線の終電は早い。電車2本分の時間が経過したおかげで、駅に到着した時点よりは幾分人が減っていた。しかしまだまだ人が多い。でもこれを逃がしたら帰宅できない。意を決して私とあゆみは終電に乗り込んだ。あっという間に車内は満員になってしまった。
若者がほとんどだけど、中年夫婦と思われる男女の姿も散見される。お祭り会場で酒類も販売していたので、酔っ払いの乗客もいた。邪魔だな。若い男性の声にビクッとしてしまう。満員電車に乗るなよな。明確に私たちのことを指摘しているわけではないが、車椅子に対しての非難だということが伝わる。どうしても車椅子の分の場所を取ってしまっており、その他にも乗客からこそこそと嫌味を言われてしまった。だいたい車椅子で夏祭りなんてね。心ない声をぶつけられ、娘が必死に涙をこらえているのがわかる。辛いリハビリを精一杯やり抜いた娘のご褒美なんです。いろんなことを我慢して諦めてきた娘に今日ぐらいは夏の思い出を作ってあげたいと思っただけです。いつも遊び歩いているわけじゃないです。普段は満員電車に乗らないように配慮しています。心の中で叫んでいた。でも、それもこれもきっと周りの乗客からしたら言い訳に過ぎない。現に迷惑をかけてしまっている以上、私たちが声高に主張することは許されない。私たちの家の最寄り駅は終点。このローカル線で始発駅の次に栄えている駅だ。駅前に小規模ではあるが商業施設もあり、周辺は住宅街になっているので、多くの乗客はそこで降りるだろう。しかし、それまでにもいくつかの駅に各駅停車する。少しずつ乗客が降りていって、満員状態から脱していくはずだ。なんとかあと20分ちょっと耐え続ければ。涙をこらえる娘の手を握り、歯を食いしばって無言でうなずいた。歩みには声に出せない私の意志が伝わったようだ。すると、この状況を見かねたのか、車掌さんが声をかけてきた。奥さん、ここで降りてください。間もなく駅に停車しそうなタイミングだった。え？思わず戸惑いの声が出る。でも、これ終電ですよね。私たちの家の最寄り駅は終点なのに。いくら全区間が30分ちょっとのローカル線といえど、電車で20分の距離を徒歩で帰れるわけがない。運が悪いことに、この週末、夫は泊まりの出張で今日は家に帰ってこない。迎えを呼ぶことは叶わない。味方であるはずの車掌さんが放った冷たい言葉に涙目になった。駅に泊まりますので。若い車掌さんは早口で厳しい現実を伝えてきた。ホームに電車が滑り込み、待ち構えていた駅員さんの介助によって、あれよあれよという間に私たちは降ろされてしまった。タクシーを呼べばいいのか？途方に暮れながら、あゆみの顔を眺める。あゆみ。娘に話しかけようとしたとき、駅員さんが遮ってきた。びっくりさせてごめんなさい。40代くらいの人が良さそうな駅員さんが頭を下げた。非常な乗車拒否にあったと思いましたよね。とても申し訳なさそうな顔をした。実は、これは作戦なのですよ。駅員さんはにやりと笑った。この後来る終電後の回送電車で終点まで責任持ってお送りしますから。駅員さんが説明してくれた。ほどなくして回送電車がホームに停車した。ドアが開き、そこから顔を出したのはよく見知った顔だった。平日のリハビリ帰りに乗る電車で勤務していることが多く、私たちのことをよく気にかけてくれる車掌さんだった。松村さん！娘も嬉しそうに彼の顔を見た。他にも数人制服姿の鉄道マンが乗っていた。
これはどういう…戸惑う私たちに松村さんはニコッと笑って言った。ご説明は後で。とりあえず車内に。ホームで一緒に待機していた駅員さんと松村さんに介助されて回送電車に乗り込んだ。私たちと駅員さんを乗せた後、再び発車した。終点の駅近くにこの鉄道会社の社員寮があるのはご存知ですか？落ち着いたところで顔なじみの車掌である松村さんが説明を始めた。最終電車終了後の回送電車は各駅のホームの点検を兼ねて勤務していた社員の輸送に利用しているんです。このローカル線には無人駅が3つある。そこには駅員が常駐していないため、この回送電車が停車してホームに残されている乗客がいないかなどの点検をしているらしい。今日は夏祭り会場の最寄り駅で人員整理に当たっていた応援の駅員たちも乗っているので、いつもよりだいぶ人数が多いですけどね。松村さんは愉快そうに笑った。終電の車掌の無線連絡によって、あゆみちゃんたちが乗車していることを知って作戦を思いついたんです。松村さんがにこやかに内幕を話してくれた。他の乗客から苦情が来る可能性があるので、車掌がわざと冷たい態度をとって申し訳ないです。先刻の車掌さんの態度の理由を知ることができたので、ほっとした。チームワークのいい鉄道マンたちの連携で私たちをサポートしてくれたのだ。実は彼は同僚であり、義理の弟でもあるんです。僕の妻の弟で。身内ならばなおさらあうんの呼吸なのかもしれない。妻は聴覚障害者なので、あゆみちゃんのことを他人事とは思えなくて、ついおせっかいを。松村さんの衝撃の告白に唖然とした。終電の車掌をしていた松村さんの義理の弟は、向井秀樹さんという名前らしい。先輩後輩関係を超えてプライベートでも仲良くなり、本当の兄弟のような関係になったという。そして彼はお姉さんとのキューピッド役にもなったようだ。向井さんのお姉さん、現在の松村さんの奥様である詩さんは後天的な聴覚障害者だった。先天性の聴覚障害者も生まれながら音のない世界で生きなければならない苦労があるけど、後天性には後天性の辛さがある。思春期真っ只中の15歳から難聴になり、徐々に聴力を失っていった彼女の苦しみは想像を絶するものだったらしい。もがき、苦しみ、一時は精神的に大荒れにもなったそうだ。しかし、紆余曲折を経て音のない世界を受容した彼女は、とびきり優しい人になった。詩さんは元から穏やかで優しい性格だったそうだけど、聴覚障害者としての自分を受け入れられてからは一段と強く優しくなったという。自らも優しい人柄である松村さんが、そんな彼女に惹かれるのは必然だったのかもしれない。また松村さんも詩さんと知り合い付き合うようになってから一段と長所であるその優しい資質に磨きがかかったのだろう。彼の何気ない心配りに私たち親子はいつも救われている。妻は一見障害者に見えないんです。聞こえないことは見た目ではわからないから。松村さんは静かに語り始めた。逆にそれによって苦労することも多いのですが、わかりやすい嫌がらせを受けることは少ないようです。耳が不自由な方の気持ちなんて今まで考えたことがなかった。たとえ嫌味を言われていたって聞こえないからってあっけらかんと言うんです。言うと言っても手話でですけどね。松村さんは詩さんのことを思い浮かべたのだろう。愛おしそうな柔らかな微笑みを浮かべている。あゆみちゃんは見た目でわかりやすいものと共に生きているから、
目に見える差別も受けやすいと思って、松村さんは少し言いにくそうにしていた。ごめんなさい。言い方が難しいんですけど、余計なおせっかいだとわかっているし、彼の言葉を否定するように首を横に振った。おせっかいだなんて思ったことはない。松村さんはいつだってあゆみが電車内で快適に過ごせるように気を使ってくれている。少しでもあゆみちゃんにこの世界も悪いものばかりじゃないって思ってもらいたくて、熱い思いがこもった発言に対して少し照れくさそうにしていた。大丈夫です。味方がたくさんいるって伝わっていますから。あゆみは力強く答えた。終点の駅に到着すると、松村さんの義弟の向井さんが出迎えてくれた。先ほどは大変失礼いたしました。彼はガバッと勢いよく腰を折った。あゆみは向井さんに向かってサムズアップした。血がつながっていないとは思えないほど松村さんにそっくりなひまわりのような笑顔でサムズアップのお返しをしてくれた。車椅子に対する偏見はまだまだあるし、心ない言葉をぶつけてくる人もいる。だけど、こうして業務を超えて温かい気持ちで接してくれる人たちもいると改めて知ることができた。今度は感動で涙目になった。それに私自身も聴覚障害などの様々な方々に心を寄せる作業を怠っていたと改めて気づかされた。私、車椅子のことを恥ずかしいとは思っていない。だけどね、やっぱり自分の足で歩けるようになれたらもっと嬉しい。駅で鉄道マンたちに見送られながら家に向かう際にあゆみが言った。せっかくパパとママがあゆみって名前をつけてくれたんだし。勇気を持って手術を受けると決めた娘を我が子ながら頼もしく感じた。私は今後も全力でサポートしていきたいと思っている。